はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、長い間放置していた健康診断の結果についてお話ししようと思います。私は昨年12月の中旬に健康診断を受けました。詳しくはこちらの動画をご覧ください。そしてその結果が当の昔に来ていましたが、昨年の年末から今年にかけて私はちょっとドタバタしていたので、なかなかその結果をお伝えできずにいました。まずは簡単に、今回ではなく去年の結果で私が気になった点を申し上げたいと思います。それは何かというと、脂質になります。こちら前回の健康診断の結果になります。この中の脂質カテゴリーにおいて経過観察3ヶ月という判定が下されました。具体的には LDL コレステロールと総コレステロールの2つにおいて基準値を超えていたからです。しかも2年連続、その前の年も同じ病院で受けて2年連続で同じ項目で引っかかりました。これには結構ショックで、前回の当時というのも私は普段から暴飲暴食は控えていたので、身長168センチに対し体重は63キロでした。それなのに脂質カテゴリーにおいて C 判定が出ました。それからですね、私が大野式ダイエットに取り組み始めたのは、私が編み出した大野式ダイエット、詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。ちなみに私が毎日飲んでいるプロテインは説明欄にリンクを貼っておきます。そしてまさに今回の健康診断の結果こそ、私が行ってきた大野式ダイエットの真を問うものなどであります。それでは健康診断の結果を報告したいと思います。まずは身長から。身長はですね、前回の168センチから1センチ成長して169センチとなってました。体重は前回から8キロ減少の55キロ。ちなみにこれは私の30代の頃と同じくらいです。ちなみに現在の私の体型はこんな感じとなっております。そして問題の脂質はどうだったかと申し上げますと、まあまあかな。中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロールと今回は基準内に収まりましたが、総コレステロールにおいて若干基準をオーバーしてしまいました。ちなみに前回は肝機能のガンマ GTP で B 判定となってましたが、今回は異常なしとなりました。酒飲みではない私が肝機能で引っかかるのは多分甘いものが原因でしょう。なのでこの1年間甘いもの、特に白砂糖の摂取を控えたから肝機能の数値が改善したと思われます。ちなみに今回は5000円の有料オプションでがん検査も行いましたが、こちらも大丈夫でした。 PSA 前立腺異常なし、 CEA 消化器系肺がん乳がん異常なし、 CA19 の9膵臓がん胆道大腸胃がん異常なし、 AFP 肝臓がん異常なしでした。ちなみにその他では血圧異常なし、肺異常なし、胃バリウム異常なしとほぼほぼ良かったのですが、今回総コレステロールの他にもう一つ要観察がついたものがありまして、それは何かというと白血球の数になります。ご覧のように白血球の数が基準値を若干下回りました。白血球といえば体内に侵入した菌やウイルスをやっつける大事なものになります。それが少ない状態となっている。だから私は昨年年末に立て続けに風邪やインフルエンザになったのではないでしょうか。
白血球を増やす方法、皆さん知っていたら教えてください。ただこの健康診断というのも、私の個人的な感想としては結構いい加減なところがありまして、それは何かというと、今回と前回とは違う病院で健康診断を受けたんですけども、同じ項目でも基準値の幅が異なるんですよ。例えば先ほどの白血球の数も、今回は要観察となりましたが、前回の病院では基準内なんですよ。わかりますか？私が何が言いたいのかと申しますと、この健康診断の結果はあくまで参考として一喜一憂するなですね。じゃあなんであなたは健康診断を受けるのと言われたら、ただで会社のお金で現在のとりあえずの私の参考記録を知ることができるからです。仮に健康診断を受けずとも、普段から食べ物に気をつけて、ほどほどに運動して、ストレスのかからない職場で働いて、そして愛する家族がいれば大きな病気にはならないと私は思ってます。なので動画をご覧の皆さんもお互い体に気をつけて、体をいたわって生きていきましょうと私は言いたいのです。ということで本日の動画は以上です。もしこんな健康に気を使っているけども愛する家族のいない中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。